んにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回は視聴者様からのリクエストが大変多く寄せられている W124 くんの深掘り解説をナレーターのすんちゃんと数回に分けてお届けしようと思います。来年の車検で我が家の W124 くんもいよいよ30歳。メルセデス・ベンツからも30年のオーナー表彰をいただけるようですが、契約の時はまさか30年も乗るとは考えもしませんでした。ディーラーの柳瀬さんも W211 とか W212 が発売された当初は頻繁に買い替えを勧められていましたけれど、今では頑張って乗り続けてください、できる限りの応援はしますと、新車の商談はそっちだけ状態なんですね。さて、話はそれましたが、これより W124 の誕生から各モデルの変遷などを順々に解説していこうと思います。パート1の本編では W124 の開発に至るまでの経緯が中心となりますが、それは最先端無価のスローガンのもと開発され、最後のメルセデス・ベンツと言われる W124 を語る上で欠かすことのできないエンジニアさんにスポットを当てた内容となっています。それではどうぞご覧ください。さて、この W124 メディアなどでは皆さんよくご存知の最先端無価のスローガンのもと開発された最後のメルセデス・ベンツと言われています。しかし実はこのお話、前半部分の最先端無価のスローガンがちょっと微妙なんです。はい、マダムのおっしゃる通り、最前科無価のスローガンをメルセデスが正式採用したのは2010年と割と最近なんです。では、当時のスローガンは何かと申しますと、日本語に直訳して、あらゆる道であなたは最高のスターという1955年に採用されたフレーズが20年以上にわたって好んで使われていました。しかも、意外なことに、この新スローガンである最前科無価を発表した当時、ドイツのマスコミはこぞって曖昧で、怠慢な表現であるとバッシング、年金受給者に焦点を当てているのかとの論調まで飛び出しました。また、社員からも、うまくいかなかった場合は批判に直結し、顧客からこの言葉をどのくらい聞くか容易に想像がつくと難色を示したそうです。私はこの最先端無価というスローガンが割と好きなんですが、まさかの不評とは驚きました。表現が曖昧で怠慢と言い切ってしまうところがお国柄というか、本当に時と場所によってそれぞれ受け止め方が変わるんですね。もちろんメルセデス・ベンツは現在でも最先端無価のスローガンを使い続けているのは言うまでもありません。それでは最先端無価はどこから来たのか。これはご存知の方も多いとは存じますが、ゴットリーブ・ダイムラーの口癖というかモットーだったというのが通説となっています。メルセデス・ベンツとして1902年の広告キャンペーンで初めて使われましたが、それ以来1世紀にもわたり愛好家の間で語り続けられ、いわばメルセデスの格言といった方がふさわしいかもしれません。もっとも最前科無価という言葉には、顧客に最高の製品のみを提供するというブランドの哲学が完全に要約されているものですから、それは W124 がマーケティング部門ではなく、エンジニアがまだ責任を負っていた時代に作られたことからも間違ってはいないと思います。まあ冒頭から深掘りしすぎましたが、 W124 がマーケティング部門ではなく、エンジニアがまだ責任を負っていた時代に作られた最後のメルセデスということは間違いありません。それをこれから順々に解説していきます。しかし不思議なのは、セダンは言うに及ばず、ワゴンやクーペなど全てのバリエーションにおいて痛ましいほどシンプルであるこの車が、なぜこれほどエキサイティングな人気があったのでしょうか。そうですね。これは日本のみならず世界的な現象なのですが、特に本国のドイツでは
ナンバー登録されている W124 シリーズが8万台以上と膨大な数に上ります。これはドイツの連邦自動車交通局、通称 KBA が公表するトップクラシックカー、ワーゲンビートルを超える数字なんです。したがって、近い将来、W124 がこれにとって変わるのは時間の問題だと言われています。参考までになぜ W124 が人気なのか、ドイツの自動車誌オートビルドによるアンケート調査の結果、第1位が本物の最後のベンツである、第2位が堅牢性すなわち頑丈である、そして第3位が日常使用に耐えられるクラシックカーという点が挙げられているそうです。ワーゲンビートルか、懐かしいですね。でもそのビートルに代わってトップクラシックカーになるかもしれない W124、 すごいですよね。それに人気の秘密もうなずけます。私も買い替えない理由を改めて思うと全くその通りだと思いますものね。ただデザインが上位に入っていないんですね。私はいつまでも飽きないシンプルなデザインが気に入っているんですけれど、皆さんもコメントで W124 の魅力を教えてください。はい、それではW124 の開発に至る経緯へと話を進めていこうと思いますが、これには W124 のみならず当時のダイムラーベンツの歴史を語る上で欠かせない2人の人物が関わっています。いえ、そのお二人がいたからこそ W124 は誕生したと言っても決して過言ではないでしょう。まずは生みの親であるシュレンベルク氏のお話からどうぞ。W124 の開発はエンジニア出身の取締役ハンス・シェレンベルクの指揮のもと、プロジェクト W124 として1976年の秋にスタートしました。実はこのシェレンベルク氏、なんと翌年には後ほどお話をする後継者を指名して優待されてしまうのですが、まさにこのシェレンベルク氏がいたからこそ W124 は誕生しました。そしてその経歴も波乱万丈なんです。第二次世界大戦前、シェレンベルク氏はダイムラーの上級エンジニアとして燃料噴射装置の研究開発に従事しておりました。しかし終戦後、連合国よりその研究の中止を命令された上、解雇されてしまったのです。その後1965年に復職。燃料噴射装置はもとより ABS、排ガス制御、クラッシャブルゾーンの研究などの技術革新に大きな貢献を果たしました。その後取締役としてダイムラーの研究開発責任者となったシェレンベルク氏は、長年の夢であった全てにおいて世界最高レベルのアッパーミドルクラスを開発するというプロジェクト W124 を立ち上げ、翌年後任にベルナー・ブライトシュベルトを指名した上でダイムラー・ベンツを去りました。シュレンベルクさん、今度は優待だから天然だと思うのですけど、お辞めになる1年前にプロジェクトの道筋をつけ、後任に夢を託すなんて本当にすごい人ですよね。エンジニアとしても企業人としてみても。そして1977年7月、プロジェクト W124 は取締役会で正式承認され本格的に稼働するわけなんですが、その夢というか大きな宿題を託されたエンジニアさんがまたすごい人なんです。そうなんです。それではプロジェクト W124 の開発責任者のベルナー・ブライトシュベルトのお話をさせていただこうと思います。実はこのエンジニアさんの経歴を紐解くことによって、あのスローガン最善か無かの背景が浮き彫りになりますし、最後のメルセデスと言われるゆえんもご理解いただけると思いますので、少々お付き合いください。第二次世界大戦中、徴兵により16歳という若さで兵役に就いたブライトシュベルト氏は、無事に復員後、大学で電気工学を学び、1953年、26歳の時に見習いエンジニアとしてダイムラーに採用されました。しかし、これを境に人生が一変します。兵役時代の遅れを取り戻すべく、寸暇を惜しみ、社内で寝泊まりをしながらの研究開発は、周囲から冷ややかな目で見られることもしばしばありましたが、その活躍は目覚ましいものがありました。
1960年からはなんと100以上の発明をしてダイムラー・ベンツに大量の特許をもたらすようになり、1963年にはダイムラーの主力工場であるジンデルフィンゲン工場の車両試験部門において責任者となりました。その後も数々の功績とともに昇進を重ね、1974年にはボディ開発責任者としてW201、いわゆる190シリーズの研究開発に着手。同時並行して行われていた S クラス W126 の開発面でも大きな影響を与えたことは言うまでもありません。そして1977年には取締役に選任され、ハンス・シェレンベルクの後を継ぐ形でダイムラーの研究開発責任者に抜擢されました。こうして強力なリーダーシップのもと、プロジェクト W124 がスタートすることになりました。いかがでしたでしょうか。見習いエンジニアから始まり、その実績とともに昇進して取締役にまでなったブライト・シュベルトさん。この方がリーダーになって進められたプロジェクト W124 なんですから、悪いわけがありませんよね。実はこのサクセスストーリーはまだ先があるんです。そしてそこに隠された物語から最後のメルセデスという言葉が浮かび上がってくるんですが、まずはそのお話を聞いてください。1983年、ダイムラー・ベンツの取締役会会長であるゲルハルト・プリンツが急逝したことに伴い、同年12月にブライト・シュベルトはその後任として CEO に就任しました。これには財務部門の責任者であるエツァルト・ロイターとメルセデス・ベンツ CEO のベルナー・ニーファーの一派が強烈に反対を唱えましたが、ダイムラー社有力 OB からなる理事会、そして顧客からの圧倒的支持の声から CEO 就任を承諾したそうです。そして経営者となった後もその活動は衰えを見せず、高級車のイメージを損なうという取締役会の声にもめげず、190シリーズの販売を後押しし続けるとともに、完成を見た W124 を市場投入。ついに念願のメルセデス・ベンツはニッチな高級大型乗用車という従来のイメージからフルラインナップのプレミアムブランドに脱皮することに成功することになったのです。それは数字としても明確に現れ、ブライト・シュベルトの在任中、ダイムラー・ベンツの売上高は世界全体で 60% 以上増加し、単年度の純利益も就任時の1983年比で 80% も増加しました。また、同期間にダイムラー・ベンツだけで約1万6000人の新規雇用が創出されたそうです。1987年、ロイターの親友でもあるドイツ銀行頭取、アルフレート・ヘルハウゼンがダイムラー・ベンツの監査役会会長となったことで、ブライト・シュベルトによる経営は終わりを迎えました。ヘルハウゼンは、エンジニア出身者が大企業を主導していることに反対し、ロイターが掲げていた総合技術コンツェルンという方針を全力で支援するとした上で、任期延長の見込みがないことを告げました。これを聞いたブライト・シュベルトは、同年7月に個人的な理由で会長職を退き、オフィスをロイターに引き渡しました。こうして見習いエンジニアから数えて34年間、数々のプロジェクトとともにダイムラー・ベンツを静かに去っていったのです。いかがでしたでしょうか。この幕引きによりエンジニアがまだ責任を負っていた時代に作られた最後のメルセデスの意味がお分かりいただけたと思います。ちょっぴりセンチなお話になりましたが、嬉しいお話もあるんですよ。それは退任されてから十数年の歳月が流れてからのことですが、メルセデス・ベンツのイベントで本社に招待された際、歴代役員の中でただ一人社員総出のお出迎えがあったそうです。それはメルセデス・ベンツに対し生涯忠節と礼儀を尽くし、その発展と利益に大きな貢献を果たしたというのが理由だったそうです。その上、2009年にはメルセデス・ベンツとしては天才デザイナーブルーノ・サッコさん以来6人目となるヨーロッパ自動車殿堂に殿堂入りしたことなんです。これはメルセデス・ベンツのみならず、伝統あるヨーロッパ自動車産業そのものがブライト・シュベルトさんの功績をたたえ、
それを認めたことに他なりません。そうなんです。W124は自動車殿堂入りした人が2人も関わっていたんですよ。これってすごいことですよね。はい、いかがでしたでしょうか。 W124 深掘り解説パート1、この動画が参考になったと思われた方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンポチッと応援していただけると嬉しいです。コメントもお待ちしておりますね。それではまたお会いしましょう。さようなら。